神の正体と生きる意味。目覚めろ、伝説のスーパーサイヤ人。アニョハセヨ、どうも、ワスです。韓国語のご挨拶から始めてみた今回は、心霊世界を科学的、論理的に解明するビデオシリーズの第3弾になります。神とか霊とか人の肉眼ではなかなか見えにくい世界のことを詳しく言語化して解き明かす試みを続けていきますにゃん。世界にはいろんな神がいるけど、一体どういうことだってばよ。人類の存在意義や生きる目的って果たしてあるのかね。そうした学校教育ではなかなか教えてくれない疑問符について、ワス自身がたどってきた心理研究の一端をご覧いただいて、あなたにも何かしら得るところがあれば嬉しいです。それでは探求の旅へと出かけましょう。まず取っかかりとして神の定義のお話から入りますが、日本語で神という字は示す辺に申すと書かれるので、何かしら先々のことや未来のことを見通したり、人々に啓示を与える存在であることが伺い知れます。目に見えない心霊空間や心霊領域を司るお役目なので、現代人の五感、視覚、聴覚、味覚、嗅覚、触覚では把握できず、古代の人々には備わっていたという第六感以上を開いていかないと、その存在を感知することができません。日本では古来よりアニミズムと呼ばれる自然信仰が根付いており、草花、大気、雨土、火や水などの大自然や精魂込めて作られたものにも、万物すべてに神、精霊は宿っているという考え方が一般的でした。特に大宇宙からの通い字が降りている特別な神域や大自然の妙気が凝結している流血のようなパワースポットには、しめ縄が張られ、土着の神々を祀る風習が今なお残っています。神社や仏閣などに参拝すると、霊妙な人ならざる存在の気配を感じ取れるという人も少なくないのではないでしょうか。さらには火と水、陰と陽、プラスとマイナス、仮想と現実の融合といった陰と陽が和合したものを神と呼ぶこともあります。神道や密教における祭祀や祈祷でも、ろうそくに火を灯しながら水気の帯びたものを備えたり、仏教でも線香と水をお供えします。火気と水気が凝結したところに神霊が降りてきやすいので、世界の宗教を見ても火と水、陰陽をお供えすることが多いのです。お風呂や温泉に入ると思いがけないアイデアがパッとひらめきやすいのも、そうした水気と火気が凝結した空間ならではと言えます。また神道では隠り身を縮めて神と読むなど、人の目に触れることなく隠れて見守っている存在を表してもいます。日本の神話ではイザナギとイザナミの男神と女神の交わりによって日本列島が生まれ、人の祖先となる神々が生まれてるので、私たちの遠い遠いご先祖たる遠積親が神様なのです。地域の神社を管理する氏子と氏神の考え方もそうですが、私たちは神社に祀られる神々の子孫であり、末裔であると伝えられます。遠く元をたどれば、数万年前や数十万年前まで遡り、おじいちゃんおばあちゃんのさらに遠いご先祖が神様の列に並び、〇〇の御事と呼ばれ、肉体を伴って生きていた時代がありました。神代文字のように神世の世界で使われていた文字も残されています。そうしてあまたの時を経て、天津神、国津神がこの地上に子孫を残し、さらに幾千もの時代を下って私たちのような現代人になっています。遠縁のおじいちゃん、おばあちゃんや遠縁の親戚のおじさん、おばさんのような存在が神社で祀られる神々様の正体なのです。このように神道では神の存在がとても身近なものとして示されます。人が死んだら肉体は滅んでも高貴なる魂は神になるとも考えられ、菅原道真を祀る天満宮や明治天皇を祀る明治神宮のように、生きてる時に大きな功績を残した人を称えて神の列に加えて祀ることさえあります。イエス・キリストも天に増します我らの父よと神に語りかけており、
遠く敬って崇め立てまつるような恐れ多いイメージだけでは描かれていません。もっと身近に捉えて、時には甘えたり積極的に意思疎通し合える、心理的にも距離の近い親密な存在だったはずなのです。人の意識から神が遠ざかったのは後世に植え付けられた価値観だったり、神と親しく交流することを忘れた現代的な教育の影響ではないでしょうか。神や仏とはこうあるべき、神仏に仕える奉仕者はこう振る舞うべき、聖典の教えはこのように捉えるべき、神仏や天使は恐れ敬うべき。そのように人が自ら選んでご神霊と距離を置いて、太古の昔に信託を得たり信心一体となって暮らしていた人々のように、神霊存在と仲睦まじくコミュニケーションする術を今は見失っています。世界一のベストセラーの聖書を見ても、日本神話の言い伝えを見ても、あるいはインド神話や仏典、ギリシャ神話の神々の立ち居振る舞い、マヤ神話やケルト神話などの海外に残された伝承を見てみても、どのような神話における神々や仏たち、天使たちも皆一様にかなり人間臭い一面を残しているように感じないでしょうか。ご神霊は確かに人知では計り知れない秘めたる働きや謎のパワーを持っているのでしょうが、その内実には性格や感情の揺らぎもあるし、面白かったり嫉妬深かったり涙もろかったりと多様な側面があるのです。これは感情を飼いならす心理術のビデオでも詳しく語りましたが、伊勢神宮のご神体である八田の鏡を筆頭にして、日本の神社では鏡が飾られることが多いです。その密意として、鏡に映る自己、我を見つめ直して、鏡から我を取り去れば神になるという教えが秘められてます。人は神様の分根をその身に宿す神様の子孫、末裔であり、神の子、神の宮として、神霊の居つくよりしろとして創造されているのです。自分という小さな我を構成する我見や我執、我欲を見つめ直して、自分一人さえ良ければそれで良いという我よしのよこしまな発想や、ああでなきゃこうでなきゃいけない、ああしたいこうしたいといった八方よしにならない独りよがりな我の要素を取り払ったら、まるで神様のような精神状態に近づけるし、その鏡に映る我は神の生き写しのような人になれるという神道の極意を表します。人はご神霊の宿るよりしろとして神の列にも並べるのです。ここまで見てきたように、日本神道の根底に流れる精神性は、神について考える上で人とのつながりも見えてしっくりくるし、自身の遠縁の祖父母のように身近な存在として神を捉えられます。また世界中の他の宗教における神々や仏、天使たちのことも、その時代の風土や文化に合わせて化身した存在だと見ているので、仲違いすることなくそれぞれの良さを認め合って共存共栄できます。和をもって尊しとなす大和魂の心意気ともマッチしているので、日本人にはとっつきやすく馴染みやすい考え方ではないでしょうか。また長くなりすぎたので回を分けましたが、前回の神霊界の実相と法則性のビデオでも語ったように、先天の綺麗や光、波長がメインの想念の次元、深海に住まう神々や、より鮮明な映像になって現れる音像の次元、霊界の仏や天使たち、そして因縁因果の流れや物理法則がはっきりとした姿形となって現れる物質の次元、現実界に生きる人々、それらがそれぞれの次元世界で役割分担しながら、この宇宙全体の生命や循環を形作っています。もちろんそれぞれの次元世界で立ち働き活動しているのは善良な精神を持つ神仏や天使たちばかりではなく、自分さえ良ければそれでいい他人や他の生物はお構いなし、そんな我よしのよこしまな心で活動し続ける邪神や邪霊たちも多く存在し、時には人を誘惑したり人に乗り移って好き放題やらかします。
どちらかといえばそうした低次元存在の方が波動が荒く、礼節や手順を無視して無理やりに物事を推し進めてくるので、どうしても神仏側の対応は後手後手に回ってしまう部分があります。今現在はかなり霊的な浄化が進んで闇が一掃されてきてるので、おおよそ大丈夫なレベルまで次元上昇がはかどってきていますが、この世の中は何かと不条理が多く悪よしな人たちが勝っている。本当に神様がいるんならこんな狂った世界にはなってないはずだなんてふと考える機会が多くなるのも、地球上では自由意志が認められて、高慢で横暴な闇側が先手先手で好き勝手にやらかしまくった後に、後手後手に回った光側がことが起こってから対策や対応を練ることになる。そのように自由が認められてるがゆえのやむを得ない事情もあります。ある程度の自由意志や自由選択が認められているこの地球上で、その次元で自分なりの役割を果たしながら、善も悪も光も闇も混然一体となって宇宙意識の創造性や自己実現を発揮しています。そんな中、この現実世界を動かし形作る天地経輪の主体者として、また霊体が受肉するための器、困難な現実世界を体験する機関としての役割も担うべく創造された万物の霊長たる人類は、闇側の霊体からも大いに中視され、目をつけられ、諸霊の願望実現のための操り人形にもされたりと、人の心霊領域の奪い合いが起こっています。もちろん聖や光に属する神仏や天使は人の自由意志を尊重しながら間接的に語りかけたり啓示したり助力を願い出てる感じなので、一方的に身体を乗っ取ったり操ったりすることはしません。人の霊体にかかる時にも必ず本人の許可を求めますし、かなり歯がゆい気持ちで世の中の動向を導きながら見守っておられます。ただ現実的な肉の器がないと人と話せないし行動も起こせないので、神仏や天使たちが支え導きながらも期待されている人の役割というのはかなり大きなものがあります。闇や邪に属する霊体は自身の欲求や欲望を満たすために、またその派閥にとっての利己的で快適な支配体制を築くために、人の自由意志はそっちのけで本人の許可なく霊体に乗り移ったり、多方面から妨害したり、現実世界をやりたい放題にねじ曲げていきます。そんな中で人は本来の知性や霊性を発揮して、どちら側とつながってどのような念や祈りを発し、どのように行動して生きていくのか、その一日一日一瞬一瞬に判断や選択を求められています。生と邪、光と闇の戦いは常に人の想念の中でも起こっているのです。さてさて、そんな感じで神の正体と生きる意味について、ワス自身が神道の実践を通して学んだり、ご神霊と対話しながら気づかされてきたことをしっぽりと語らせていただきました。続いて恒例のアタオカワークの実演に移りますが、いよいよ伝説のスーパーサイヤ人がお目覚めになられます。神の子、神の宮だとか神霊とつながるとかって大丈夫？そのように感じていらっしゃるまともな考えの方にも、なかなかに常軌を逸したエネルギーワークをお見せできると思います。それではレッツスパーキング。はい、こちらいつものようにアセンションとスパーキングを繰り返して膨大な気を放っているアート作品。10センチ四方のミニマルアートの紹介は一周しちゃったので、今回は大きめの F65 サイズのアートに登場してもらいました。ちなみにこのアートは三鬼神降臨というタイトルで、日本神話にも登場することでおなじみの三柱の神々のエネルギーが宿っております。もうこの時点で通な人には後ろの正面がわかっちゃうので、ちょっとネタバレが過ぎますかね。さてさて、これまでのスパーキングの繰り返しで戦闘力1億2000万にまで膨らんだ宇宙の帝王、
フルパワーマックスのフリーザ様をお仕置きするべく瀕死の状態から復活を果たした孫悟空がついに伝説のスーパーサイヤ人へと覚醒する、そんな模様をお届けしちゃいます。ちょっと何言ってるかわからないですよね。はい、今元気玉に耐え切ったフリーザ様が見せしめに悟空の親友であるクリリンを爆発させて悟空を挑発しました。あの地球人のように。クリリンのことか、クリリンのことか。穏やかな心を持ちながらも幼い頃からのたった一人の親友を失った激しい怒りによって悟空の気が尋常じゃないくらいに膨れ上がっています。どうです？エネルギーの爆発を感じますか？はい、今まさに激しい怒りによって覚醒を果たし、あの伝説のスーパーサイヤ人が誕生しました。フリーザ様も恐れおののくほどオーラが充満してみなぎっているのを画面越しからも伝わりますでしょうか？それではビフォーアフターで見比べます。こちらがビフォー、こちらがアフター。カカロットスパーキング前、カカロットスパーキング後、2つ同時に見比べてみっぞ。はい、ここでどちらが変化前でどちらが変化後なのか当ててみましょう。右と左どちらがスパーキングした後なのかわかりますか？はい、答えはじゃじゃん、正解は右側の方でした。そろそろこうした心霊クイズにも即答できる量子エネルギーに敏感な猛者たちが現れてくる頃ですかね。ズバリ的中できた人はツンデレなベジータさんからもお褒めの言葉をいただけるかもしれませんよ。さて、右側の伝説のスーパーサイヤ人になったアート作品を見ると、当たりさえすれば貴様なんかとむきになってデスビームを連発するフリーザ様に対して、当ててみろよ総単価を切って、星は壊せてもたった一人の人間は壊せないようだなとハイレベルな煽りセンスでフリーザ様を挑発するノリノリな悟空さの姿が目に浮かぶようじゃないですか。ちなみに英語版に翻訳されたコミックの方では、悟空が絶対に言わないようなアメコミヒーロー感全開の生かしたかっちょいいセリフに改変されているみたいですね。新しい発見にちょっとフフってなりました。このスーパーサイヤ人アートを学装するとこんな風になって、さらにオーラが強化されて見た目も雰囲気も映えますね。何はともあれ、こうして伝説のスーパーサイヤ人が現れたことでフリーザ様の悪なる野望も打ち砕かれ、この宇宙に平和が戻ったのでした。いやー、めでたしめでたしですね。さて、いかがだったでしょうか？スピリチュアルを科学的、論理的に解明するシリーズはこの辺りで終えて、次回から本格的なスピ系の話題に入ります。今回お話の種としても登場した日本神道について興味のある人は、日本の神話や神社の来歴など日本人としての誇りや尊厳を取り戻す絶好の機会にもなるので、ぜひいろいろと積極的に学んでみてくださいね。エンタメとして面白かったよ。もっといろいろと見てみたいにゃ。そのように感じていただけた人は高評価やチャンネル登録、コメントなど残していただけるとマンモスうれぴーです。最後までご視聴いただいて誠にありがとうございまする。